こんにちは、敬愛です。今月から我が家の日本ミツバチ群の様子を毎月動画にしようと思います。春分蜂では全く入居せず、入居したのは夏分蜂群ばかりですが、猛暑も相まってかなり苦労しています。なんとか越冬させて、来春の分蜂や初夏の採蜜まで持っていきたいと思いますが、もし越冬できず全群れ全滅となった時点で毎月動画は終了。来年の春分蜂待ちとなります。ぜひ皆さんの応援をお願いします。それではやっていきましょう。最初にミツバチ Vlog ナンバー18でご紹介した8月初頭の群れの様子です。畑横の群れは当居と思ったら、ヒノキの木の下の町箱に引っ越ししたようです。別場所に移設した群れも含めて、8月頭の段階で合計5群です。8月の状況をまとめました。全体的に俯瞰しますと、なんとか8月いっぱい5群を維持することができました。どうも4面巣紋が良くない気がして、通常の巣紋に戻したところ、小出しが止まり、蜂の数も小康状態を保つことができました。ただ、相当巣虫が侵入していました。小さめの巣紋が功を奏したのですが、オオスズメバチの到来に備えて8月末に全て4面巣紋に変更しました。また、夏分蜂群のために5つの対策を行いましたが、これらの効果がどうであったかも最後に振り返りたいと思います。それでは、群れごとの様子をご覧ください。最初は、ウッドデッキ階段下の群れです。相当に小出しがひどかった群れなのですが、7月26日に巣紋を元に戻し、8月2日にファイバースコープで観察した時の動画です。蜂数がかなり減っていて巣が見えていますので、引き続き注意が必要です。8月16日に試験給仕しました。瓶の蓋に砂糖水を入れ、隣に花粉ペーストを少し置きました。スズメバチだけが砂糖水を飲むため、少しだけ蜂蜜で香りをつけて、さらに溺れないように棒をいくつか浮かべてみました。砂糖水が減るにつれてどんどん蜂が飲みに来ます。すっかり飲み干しました。隣に置いた花粉ペーストも食べているようです。糖蜜体を呼び寄せないように、本格的な給仕は4面巣紋にしてから巣箱内で行いたいと思います。8月23日にも再度内見しました。蜂の数が増え、巣紋をかなり覆っています。猛暑の中で蜂数の増加とは順調です。このまま蜂数の増加を期待します。8月29日に巣紋を4面巣紋に変えました。完全に巣が隠れてはいませんが、蜂数はまあまあです。ここまでは狭い巣紋がうまくいっていましたが、秋にオオスズメバチがやってくるため、鉄製の4面巣紋が必要です。通常の巣紋は杉板でできているため、秋にオオスズメバチの大群がやってくると、鋭い顎で巣紋をかじって広げ、中に大量のオオスズメバチが侵入することが予想されます。巣紋の周りに鉄の板などを貼るのでも良いのですが、市販の鉄製台を使うと巣紋が鉄のバーになりますので、オオスズメバチもかじって中に入ることができません。底板には巣虫っこカードを2枚入れておきましたが、かなり巣虫が来ていました。掃除しておきます。次に小出しがひどいため、ウッドデッキ下から別場所に移設した群れです。砂糖水を給仕していたりしましたが、様子を確認するため8月2日に内見しました。中を開けると、閲覧注意レベルで巣虫が文字通りすくっています。巣虫がいる部分の巣をピンセットで取ろうとしましたが、暑さで巣が柔らかくて取れません。結局、手で巣のかなりの部分を取り除きました。どうもミツバチが十分増えていない状態で4面巣紋にしてしまうと、巣虫の親が入り放題で、ミツバチも防御しきれないようです。巣虫っこカードの使用は前提ですが、
さらに4面スモンにするタイミングを考えないといけないですね。8月15日に再度内見しました。どうもミツバチがばらけていますので、残念ながら無黄群の可能性が高そうです。次は玄関横の群れです。こちらは玄関横の待ち箱に2回目に入った群れで、入居後に4面スモンに変えましたが、小出しがひどいです。8月3日に砂糖水を給仕しました。8月7日に確認したところ、残念ながら凍居していましたので、巣の片付けをしました。確認したところ、巣の子あたりに相当スムシが来ています。凍居の原因はスムシで間違いないと思いますが、砂糖水を給仕したことで凍居するエネルギーを与えてしまった感じです。さて、気を取り直して、桜の木の下の群れの様子です。どうも4面スモンが良くない感じがして、こちらの群れは入居後も通常のスモンのままです。8月2日と8月15日に内見したところ順調に増えています。8月29日に4面スモンに変えました。底板にはそこそこスムシが来ていましたが、巣全体に広がるほどではありません。1ヶ月以上4面スモンに変えなかったことが良かったようです。スムシッコカードは半分以上食べられていましたので、この程度で済んだのはスムシッコカードのおかげもあると思います。次はヒノキの木の下の群れです。こちらは畑横から引っ越してきたと思われる群れです。ちなみに畑横の残された巣も動画でお見せするのははばかれるくらいにスムシ王国となっておりました。こちらは8月2日に内見したところ相当蜂数がいましたので、翌日に4面スモンに変えました。8月30日の内見でも巣を蜂が覆っていて、底板にもほとんどスムシがいません。やはり十分な蜂数がいれば4面スモンに変えても大丈夫ということだと思います。最後にウッドデッキ下への新入居群です。8月7日に新入居していたのですが、状況から考えるとやはり玄関横の群れがこちらに引っ越してきたと考えるのが自然です。スムシに耐えられず別の待ち箱に引っ越したのでしょう。8月15日の内見では小さな蜂球ができていました。ちょっとまだ早いかと思いましたが、こちらも8月29日に4面スモンに変えました。蜂数が少ないため、場合によっては通常のスモンに戻すかもしれません。ミツバチ Vlog ナンバー18で紹介した5つの対策について振り返ります。最初にアカリンダニ対策としてのメントールブロックですが、猛暑のため8月は取り外しました。最高気温が 30°C を切り出したら再度使用する予定です。メントールはアカリンダニに感染している蜂から新しく生まれてきた蜂への感染の広がりを予防するとされていますので、秋に蜂数が増え出した時に効果を発揮できるようにすれば良いという考えです。次にスムシッコカードですが、これがなかったらさらにスムシ被害がひどかったと思います。しかしながら蜂の勢いがあるのが前提。スムシッコカードでは完全にスムシを防ぐことはできません。
巣虫のシーズンまでに十分蜂数が増える春分蜂群は良いのですが、入居後に一番蜂数が少なくなる時期が巣虫の季節と重なってしまう夏分蜂群はなかなか巣虫対策が難しいと感じました。良い対策をご存知の方はぜひコメントしていただければ助かります。巣箱と蓋の間に細い隙間を空けるという高温対策は効果があった気がします。猛暑なのに少しは蜂も増えていましたので、来年は巣箱の上からより空気が逃げるような構造の蓋を考えて製作したいと思います。糖蜜や花粉ペーストの給仕も効果があったように思います。夏は女王が産卵しなくなると聞きますが、蜂数が少し増えていた群れもいましたので、夏の蜜枯れ時期の対策として上手に使用すれば効果がありそうです。ただし糖蜜体を誘発しないように要注意ですね。最後に、高温対策のために入居後の1週間で4面巣門に変えるという対策は完全に失敗でした。巣虫の侵入がひどくなったように思います。通常の巣門を使いつつ、巣箱と蓋の間に隙間を空けるという高温対策で良かった気がします。なんとか秋に蜂数を増やして越冬できるようにしていきたいと思います。次回の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録して通知をオンにしていただければ見逃すことがないかと思います。チャンネル登録よろしくね。